新卒者の就職支援の強化についてでありますが、来春卒業予定の大学生の方々等ですね、大学生等の方々、就職活動についてですね、やっぱり新型コロナウイルス感染症の影響があるということでありまして、新卒採用を抑制をするというような動きが一部に見られております。昨日、関係省庁でですね、新卒者の採用維持促進に向けた取り組み、これをですね、まとめたところであります。取りまとめを踏まえた上で、厚生労働省としても新卒、応援ハローワーク、等を通じてですね、大学等とも連携をしながらでありますけれども、学生一人一人が置かれている状況に応じたきめの細かい、そのような支援をしっかりとやってまいりたいというふうに考えております。また、関係省庁と連携して経済団体に対して中長期的なですね、視点に立って、新卒者の採用を進めていただきたいということでありまして、3年以内既卒者ということで、新卒扱い、3年以内だったら新卒扱いしていただきたいと、これを改めて、もうすでにこれ、実は、指針としてお示しをしているわけでありますけれども、改めてですね、それを要請をさせていただきたいということでありまして、第2のですね、就職氷河期世代を作らないためにもですね、全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。続きまして、新型コロナウイルス感染症に関する情報の発信についてということでありますが、この秋冬のインフルエンザ、非常にですね、流行期を迎える中で、いろんなご心配いただいているわけでありますけれども、改めてですね、新型コロナウイルス感染症に関する情報発信、これをしっかりとさせていただかなければならないということで、このような形で今日はお話をさせていただきます。昨日もアドバイザリーボードでですね、専門家の方々にご議論をいただいたわけでありますけれども、感染状況でありますが、7月の、最終週から8月1週ごろピークということでありまして、減少が続いた後、ほぼ横ばいから今、微増傾向というようなですね、昨日評価をいただきました。こうした中で3密の回避等々、国民の皆様方には大変なご協力をいただきながらですね、社会経済と両立をしているわけでありますけれども、こういう中において正確なといいますか、いろんな今分かってきた情報をですね、国民の皆様方にお伝えをさせていただきながらですね、正しく恐れるといいますか、そのような意識をしっかりと国民の皆様方にお持ちをいただければということでありまして、例えば入院した後にですね、入院時っていいますか、重症になった方々、こういう方々が死亡する割合について、6月以前と以降、これでどれぐらいの差があるのかということを比べましたらば、今日資料をお渡ししてますですかね。そこにあると思いますが、6月5日以前入院した症例ということで、重症例であります。入院時に重症してたということで、いろんな実は比較はあるんですが、重症という意味からするとですね、重症の要件は、基本的には変わっておりませんので、比べる上ではですね、これが一番比べるのにですね、制度としては正しいのではないかというような、そういう観点からこれをお出しをさせていただいているわけでありますが、全年齢の平均、一番下でありますけれども、19.4からですね、6月6日以降、以前と以降と比べると10.1ということで、半減近くしているということであります。これはですね、NCGM の大曲先生が厚生労働科学研究ということでですね、やっておられる研究のですね、データであります。で、このようにですね、多くの方が感染が確認されるようになったのも確かなんですけれども、重症例という形の中において、死亡されている方々というのはですね、そういう意味からすると、割合としては減っているというような事実がここにあるわけであります。他方ですね、この場で、先日もこの場で医療や介護の
従事者の方々ですね、こういう方々に対してやはり、重篤化される可能性の高い方々を、対応いただいているということがございますので、こういうことはありますが、一方で気を緩めていただいてはこれは困るということでございまして、ぜひともですね、初期症状があった場合、コロナに疑われるような発熱でありますとか、味覚障害もそうでありましょうけれども、こういうものがあった場合には、早急にですね、検査をやっていただきたいということでありまして、これはこれの一つ、データとしてお示しをしながらですね、正しく恐れていただきたいということでですね、これからも、アドバイザリーボード等々、専門家の方々のですね、ご意見をいただきながらですね、基本的な情報、このような情報他にもありますから、これがまとまり次第ですね、国民の皆様方に、いろいろとお示しをさせていただきたいと思います。また、年末年始を迎える中で、気をつけていただくということに関しては、いろんな年末年始のことに関しては、西村大臣の方からいろんな対応のお願いはあるわけでありますけれども、とにかく人がこれから年末年始、集まりやすい、そういうような環境が増えてまいりますので、ぜひともですね、しっかりと我々の情報を出させていただきますので、必要なものはお守りをいただきながらですね、感染拡大の防止にご協力をいただければありがたいというふうに思います。